のささやきの朗読やあれは3年前の話だ。俺は友人3人と一緒に中古のキャンピングカーで旅行に出た。車を買ったのは健一で、30歳の記念に思い切って買ったらしい。白い大きな車で、後ろにベッドと小さな流し台がついていた。最初の2日間は何もおかしなことは起きなかった。昼は観光して、夜は道の駅に車を止めて、そのまま車の中で寝る。キャンピングカーの中は思ったよりも広くて、大人4人でもなんとか寝られた。3日目の夜、山の中の道の駅に車を止めた。周りは林に囲まれていて、街灯が少なく、夜になるとほとんど何も見えなくなるような、そんな場所だった。その場所に着いたとき、なぜかわからないけれど、あまりいい感じがしなかった。妙に静かだったのを覚えている。風の音も虫の声もほとんど聞こえなかった。その日は疲れていて、日付が変わる前には全員寝てしまった。後ろのベッドに2人、前のシートを倒して2人。俺は後ろのベッドで寝ていた。夜中ふと目が覚めた。最初は理由がわからなかったけれど、すぐに気づいた。車が揺れていたんだ。細かい振動がずっと続いていた。ガタガタガタという揺れと一緒に低い音が聞こえた。それはエンジンの音だった。目を開けたまま俺はしばらく動けなかった。頭が状況を理解するのには時間がかかった。全員寝ているはずなのにエンジンがかかっている。つまり誰かが運転しているんだ。体を起こして前を見た。薄暗い車内で前のシートに寝ている2人の影が見えた。動いてはいなかった。その向こう、運転席に人影があった。知らない人間だった。背中しか見えなかったけれど、少なくとも友人の誰でもなかった。肩の細い小柄な人間だった。その人は慣れているみたいに静かにハンドルを握っていた。そして山道をゆっくりと曲がっていった。声を出そうとしたけれど、声が出なかった。体もしばらく動かなかった。やがて車は止まり、エンジンが切れた。急に周りがしんと静かになった。気づいたら他の3人も起きていた。誰も何も言わなかったけれど、全員自分たちが変な場所にいることは分かっていた。外に出ると、そこは山の中の細い道路の脇だった。街灯が1本だけ立っていて、その下に車が止まっていた。道路の端に古いガードレールがあった。その向こうは真っ暗で下が見えなかった。ガードレールには古い看板がついていた。この先、事故多発につき注意。看板の下には白い花がいくつも置かれていた。新しい花もあった。その場所を見たとき、初めて来たはずなのに変な感じがした。まるで来たことがあるような気がしたんだ。車に戻ろうとしたとき、後ろの方で音がした。コツンと小さな音だった。キャンピングカーの後ろ、ベッドの下の収納のあたりから何かが聞こえた気がした。だけど気のせいかと思って車に乗り込もうとしたとき、もう一度鳴った。コツン。今度ははっきりと聞こえた。まるで内側から叩いたみたいな音だった。その時俺はなぜかわからないけれど、この車は夜になるとまた動く、そんな気がしたんだ。そしてその予感は外れることはなかった。
次の日の朝、俺たちはほとんど会話をしなかった。誰もはっきりとは言わなかったけれど、全員同じことを考えていたと思う。昨日の夜、あの車を運転していたのは誰だったのか、ということだ。俺と健一は運転席に人が座っているのを見ている。でも、亮と匠は前のシートで寝ていた。つまり、あの車の中に俺たち以外の誰かがいたことになる。そんなはずはない、と頭では分かっているのに、昨夜の見た背中のことを思い出すと、どうしても気のせいだとは思えなかった。朝コンビニの駐車場で車についていたドライブレコーダーの映像を確認することになった。この車は中古で買ったもので、前後にドラレコがついていた。夜の映像を再生していくと、午前2時過ぎ、映像が一瞬だけ乱れた。その直後、止まっていたはずの車が動き出したんだ。山道を走る映像が続いていた。ハンドル操作は不自然なところがなく、迷いもなく、同じ道を何度も走ったことがある人みたいな運転だった。午前2時41分、車はあの街灯のある場所で止まった。そこで、後ろのカメラに人が映った。それは白い服を着た女だった。歩いているというより、地面の上を滑るみたいに動いていた。車の後ろまで来ると、カメラを下から覗き込むみたいにゆっくりと顔を上げた。髪が濡れていて顔に張り付いていた。だけど目のところだけが黒く見えた。その女が映る少し前の映像を止めてみると、車が動き出す前からもう車のすぐ後ろに立っているのが分かった。俺たちが寝ている間、ずっとそこに立っていたみたいだった。映像を記録一覧に戻したとき、健一が変なことに気づいた。保存されている映像の一番上に、まだ来てないはずの明日の日付のファイルがあった。壊れているのかと思ったけれど、その映像は再生できた。夜の山道で車が止まっている映像だった。しばらくすると、運転席のドアが開いて、誰かが降りてきた。それは俺だった。黒いパーカーと灰色のスウェット。その日、俺が着ていた服と同じだった。映像の中の俺は、ふらふらした足取りで車の後ろに回ってきて、カメラの前で止まった。そして、カメラを見上げて口を動かした。音はほとんど聞こえなかったけれど、何度か再生して言葉だけは分かった。まだ一つ足りない。その後、俺は暗い林の方へと歩いていった。少しして、ガードレールがきしむ音がして、映像は終わった。そこまで見て、俺は急に変なことを思い出した。この車で寝る場所を決めた時のことだ。後ろのベッドは二人しか寝れないから、誰が後ろで誰が前かを決めた。じゃんけんをして、後ろが俺と健一、前が亮と匠になった。そこまでははっきりと覚えている。でも、その時のことを思い出しているうちに、どうしてもおかしな感じがしてきた。最初、ベッドのところに座って4人で酒を飲んでいたんだ。その光景も覚えている。でも、どうしても引っかかるんだ。あの狭いベッドのところにもう一人いた気がする。だけど誰だったのか顔が思い出せない。声も思い出せない。でも確かにもう一人いて、5人で座っていた気がする。それを思い出した瞬間、後ろの方で音がした。コツンと、ベッドの下の収納の方からだった。そしてしばらくして、もう一度鳴った。今度ははっきりと内側から叩く音だった。その音を聞いたとき、俺はなぜかドラレコの映像の中の言葉を思い出していた。まだ一つ足りない。その言葉が
頭の中で何度も繰り返されていた。その日の夜、俺はほとんど眠れなかった。全員昨日と同じ車の中で寝ることになった。本当はもう車を降りて帰りたかったけれど、山の中で車を置いて帰るわけにもいかなかった。電気を消して横になって目を閉じても、また夜中に車が動くんじゃないかと思うと眠った気がしなかった。どれくらい時間が経ったのかわからないけれど、ふとあの振動が体に伝わってきた。ガタガタガタという細かい揺れ、低いエンジンの音。やっぱりだと思った。目を開けたけれど体を起こすのが怖くて、しばらくそのままでいた。でもやがて車が右に曲がる感覚がして、ゆっくりと体を起こして前を見た。運転席にはやっぱり誰か座っていた。暗くて顔は見えない。でも前の日に見た背中と同じだったんだ。肩の細い小柄な人間。車は山道をゆっくりと走っていった。カーブを曲がるたびに窓の外にガードレールが見えた。そしてしばらくして車は止まった。またあの場所だと分かった。街灯が一本だけ立っている場所。エンジンが止まって静かになった。その時頭の中に急に思い出が浮かんできた。この車を受け取った日のことだった。中古車屋の駐車場で俺たちはこの車の前で写真を撮った。通りかかった人に頼んで4人で並んで写真を撮ってもらったんだ。だけど写真を撮り終わった後、その人が言った。いいですね、そのキャンピングカー。深く帽子をかぶった人だった。男か女かわからないような静かな人だったんだ。こういうので旅行してみたかったな。するとその時、誰かが冗談で言った。じゃあ、一緒に行きますか？みんな笑っていたと思う。そしてその人は少し黙ってから、本当にいいんですか？と静かに言った。そこで記憶が途切れているんだ。でもさっき思い出した。俺たち、あの人を車に乗せたんだ。冗談のつもりだったのか、本気だったのかはわからない。でもあの人は後ろのベッドのところに座って、俺たちと一緒に酒を飲んでいた。だけど、顔が思い出せない。声も思い出せない。でも、そこに座っていた光景だけは思い出した。車の外でガードレールがきしむ音がした。その音を聞いた瞬間、俺は分かってしまった。ドライブレコーダーの映像の中で俺が言っていた言葉。まだ一つ足りない。あの事故の記事を昼間に健一のスマホで見ていた。3年前にここでキャンピングカーが崖下に落ちて5人亡くなった事故。そして遺体の一人は後ろの収納から見つかったと書いてあった。5人。でも俺たちは4人だと思っていた。そして後ろで音がした。コツン、コツンとベッドの下の収納の中からだった。俺はその時、なぜか怖いというより、やっとわかったという気持ちの方が強かった。この車は毎晩ここに来る。事故のあった時間に同じ道を通って同じ場所に止まる。そして5人にしようとしている。コツン、コツン。そして収納の中から小さな声がした。まだ一人足りないよ。その時に気づいた。足りない一人ってあの人じゃない。俺なんだ。なぜそう思ったのかはわからない。でも思った瞬間、体が勝手に動いた。ドアを開けて外に出る。夜の山は静かだった。街灯の光の下に
白い花が並んでいる。ガードレールの向こうは真っ暗だった。そして後ろで車のドアが閉まる音がした。振り返ると、キャンピングカーの中に人影が見えた。運転席に一人、後ろのベッドに二人、収納のあたりに一人。ちょうど5人になる。そしてエンジンがかかった。車はゆっくりと動き出して、俺を残して暗い道の方へと走っていった。その時不思議なことを思った。ああ、これで人数があった、と思ったんだ。それからしばらくしてニュースで事故を知った。鳴沢峠の旧道で、キャンピングカーが崖に落ちた事故。乗っていたのは5人。そのニュースを見たとき、どうしてかわからないけれど、懐かしい場所のことを思い出すみたいな気持ちになった。そしてこう思った。また、誰か乗せなきゃいけないな、と。あのキャンピングカーの中に、今も一人多く乗っている。そう言うと、大抵冗談だと思われるんだ。警察にも、医者にも、家族にも、みんな同じ顔をされた。でも、本当のことなんだ。あの夜から人数が合わない。最初はただの旅行だった。大学時代の友人、良介から久しぶりに連絡が来たのが始まりだった。キャンピングカー借りてさ、どっか行こうぜ。社会人になってから俺たちはこういう遊びをしなくなっていた。だから少しだけ懐かしくなって俺はすぐに了承した。集まったのは4人。運転が好きな良介、その恋人の水木の幼馴染の誠、それから俺。金曜日の夜、仕事終わりに集まってそのまま出発した。レンタルしたキャンピングカーは思っていたより古かった。白い車体に青い線。後ろの窓のゴムは黒く変色していた。中は意外と広くて、小さなテーブルと向かい合うソファー。奥には2段ベッド。秘密基地みたいで少しだけテンションが上がったのを覚えている。出発してしばらくはただの楽しい旅行だった。コンビニで酒とつまみを買い込んで音楽を流してどうでもいい昔話で笑った。誰が一番変わったとか、誰がまだ独身だとか、そんな話ばっかりしていた。山に入ったのは夜の11時過ぎだった。窓の外は真っ暗で街灯もほとんどなく、ヘッドライトの光だけが前の道を白く浮かび上がらせていた。そのうち霧が出始めた。最初は薄かったのに気づいたら前が見えないくらいに濃くなっていた。ナビ、本当にこの道で合ってる？後ろの席から誠が言った。カーナビの画面には細い参道が表示されていて、目的地のキャンプ場まであと20分と出ていた。でもどう見てもキャンプ場に続く道には見えなかった。ガードレールもない車1台分の細い道だった。近道って出てるから大丈夫でしょ。良介はそう言ってそのまま進んだ。その時だった。コンと車の後ろの方で何かを叩くような音がした。最初は小石でも跳ねたのかと思った。でも少ししてまた、コン、コン。今度ははっきり聞こえた。窓を叩く音だった。ねえ、今の何？水木が小さな声で言った。俺は振り返って後ろの窓を見る。でも、霧で真っ白で何も見えなかった。枝じゃない？そう言いながらも誰も笑わなかった。
コン、コン、コン。今度は少し強くなった。まるで誰かが外から窓を叩いているみたいだった。ちょっと待って、止めて。誠が言った。良介は車を路肩に寄せて止めた。エンジンはかけたまま、外に出るかどうか少し迷っているようだった。俺、ちょっと見てくるよ。そう言って俺はドアを開けた。外は異様に静かだった。虫の声も風の音も何も聞こえなかった。ただ白い霧だけがゆっくりと動いていた。車の後ろに回る。後部の窓も見た。だけど何もなかった。手形も傷も何もついていなかった。何もないぞ。そう言って戻ろうとしたとき気づいた。キャンピングカーの後ろに足跡があったんだ。濡れた地面にはっきりと裸足の足跡が。しかもその足跡は車の後ろから現れて、そのまま車の下に潜り込むように続いていた。その時、車の中から悲鳴が聞こえた。水木の声だった。俺は慌ててドアを開けて中に入った。どうした？水木は車の奥、二段ベッドの方を指さしていた。顔が真っ白だった。あそこ、何かいる。カーテンが半分閉まっていて、その隙間から黒い髪が少しだけ見えていた。知らない女が最初からそこにいたみたいに横になってこっちを見ていたんだ。二段ベッドのカーテンの隙間、そこから見えていたのは黒い髪の毛だった。黒い髪がベッドから垂れてわずかに揺れていた。車は止まっているのに髪だけがゆっくりと動いていた。誰？良介がそう言ってゆっくりと近づいた。俺は止めようとしたが声が出なかった。良介がカーテンを一気に開けた。だけど中には誰もいなかった。布団が少しへこんでいるだけで人はいなかった。でもへこみ方が妙だった。ちょうど誰かが今まで横になっていて、さっき起き上がったみたいな形だった。は？今、いたよな。誠が震えた声で言った。その時後ろで水木が小さく言った。ねえ、これ、誰の？テーブルの上に濡れた髪の毛が落ちていた。それは長い黒髪だった。しかも、一本や二本ではなく、手で握ったみたいな量がべったりと置いてあった。誰も触っていないのに、そこだけ水で濡れたみたいにテーブルが光っていた。もう行こうよ。ここ嫌だ。水木が半泣きで言った。全員一致だった。キャンプ場に行くのはやめて、来た道を戻ることにしたんだ。良介が車を U ターンさせようとした。でも、山道が狭くて切り返しが必要だった。何度か前後に動かして、ようやく向きが変わった。その時俺は気づいた。バックモニターに何かが映っていたんだ。白い霧の中に黒い影が立っていた。人の形だった。髪が長くて、腕がだらんと長くて、顔だけがやけに白かった。良介、後ろ。俺が言った瞬間、画面がザーッとノイズになった。何も見えないんだけど。良介はそう言ったが、俺には確かに見えた。車を発進させて、来た道を戻り始めた。さっきまでの笑い声は完全に消えていて、車内は異様に静かだった。しばらく走ると少し広い場所に出た。小さな駐車スペースみたいな場所で、古いトイレと自動販売機が一台だけあった。ちょっと休もうぜ。良介が言って車を止めた。
正直全員かなり疲れていた。みんな口数が少なくて、さっきのことをあまり話さないようにしているのが分かった。俺、トイレ行ってくる。俺はそう言って車を降りた。トイレは古くて、蛍光灯がジジジと音を立てていた。中に入ると、やけに鏡が大きかった。古い公園にあるみたいな横に長い鏡だった。手を洗って顔を上げた時に気づいた。鏡に映っている人数が合わなかった。俺の後ろに誰かが立っていたんだ。長い黒髪で顔がよく見えない女がすぐ後ろに立っていた。俺は驚いて振り返った。でも誰もいなかった。もう一度ゆっくりと鏡を見る。だけどやっぱりいるんだ。俺のすぐ後ろにあの女が立っている。しかもよく見るとその女、裸足だったんだ。足が濡れていて床に足跡がついていた。その足跡が鏡の中では俺の足のすぐ後ろまで続いていたんだ。その時気づいた。鏡の中の俺の肩に女の手が乗っていた。黒くて細い指だった。爪だけが異様に長くて少しだけ俺の肩に食い込んでいた。俺は悲鳴を上げてトイレを飛び出した。キャンピングカーまで走って戻ってドアを開けた。どうした？涼介が驚いた顔で言った。この車乗ってるの俺たち4人じゃない。車の中がしんと静まり返った。その時水木がゆっくりと言った。ねえそれ、私もさっきから思ってた。荷物が増えてるの。全員で車内を見回した。確かに知らないバッグがあった。黒色の古いボストンバッグだった。濡れていて下に水が溜まっている。これ、誰のだよ。誰も答えなかった。そして涼介がそのバッグをゆっくりと開けた。中に入っていたのは女物の服とびっしり詰まった黒い髪の毛だった。そして一番下に古い免許証が入っていた。写真には長い黒髪の女が写っていた。名前の欄にはこう書いてある。水木。全員ゆっくりと水木を見る。水木は少し黙ってからこう言った。それ、私のじゃない。でも免許証の写真はどう見ても水木の顔だった。でも水木は青い顔で首を振った。違う、私こんなの知らない。免許証は古かった。角が擦り切れて少し黄ばんでいた。生年月日を見ると年齢がおかしかった。今の水木より10歳くらい年上だったんだ。同姓同名と誠が言った。その時車の天井からミシッと音がした。全員同時に上を見る。キャンピングカーの天井に何かが乗ったみたいな音だった。ミシッとゆっくりと何かが歩いてくる。車の屋根の上をゆっくりと歩く音。足音は車の後ろから前の方へと移動してきた。そして運転席の真上で止まった。その瞬間フロントガラスに髪の毛が垂れてきた。黒くて長い髪が上からスルスルっと落ちてきてガラスに張り付いた。そしてその隙間から白い顔が逆さまに見えた。女がフロントガラスの外側に張り付いてこっちを覗いている。目が合った瞬間、女の口がゆっくりと開いた。何か言っていた。でも声は聞こえなかった。だけど代わりにカーナビが突然喋り出した。目的地に到着しました。
誰も目的地なんて設定し直していない。ナビの画面を見ると地図が消えていた。真っ暗な画面に小さく文字だけが出ていた。ここがあなたの帰る場所です。その瞬間、車のドアが全部ガチャッと音を立ててロックされた。涼介が慌てて開けようとしたが開かなかった。エンジンも止まった。ライトも消えた。真っ暗な車内で外からコンコン、コンコンと窓を叩く音が鳴り始めた。一箇所ではなかった。右の窓、左の窓、後ろの窓、そして天井。いくつもの手が同時に窓を叩いていた。もう無理だ。涼介が叫んで運転席のドアを蹴った。その時、後ろのベッドのカーテンがスーッと開いた。暗闇の中で誰かが起き上がったんだ。長い髪、白い顔、濡れた足。その女がゆっくりと言った。やっと帰ってこれた。その声は水木の声だった。全員水木を見る。でもテーブルのところに座っている水木とベッドの上にいる女、同じ顔が2つあったんだ。ねえ、気づかなかったの？ベッドの上の水木が言った。最初から5人だったよ。その瞬間、車の窓を叩く音がピタッと止んだ。そしてカーナビがもう一度喋った。人数を確認してください。暗闇の中で涼介が震える声で言った。1人、2人、3人、4人、5人。1人多かった。次の瞬間、車の中の電気が一瞬だけついた。俺はその一瞬で見てしまった。座っている俺の隣に、俺と同じ顔のやつが座っていたんだ。そいつは俺の方を見て笑っていた。電気が消える直前、そいつが小さな声で言った。やっと帰れる。あのキャンピングカーの中には今も1人多く乗っている。そして多分多いと思っている方が間違っている。本当はもう誰も帰れていない。